こんにちは、さいとうなおきです。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、匿名希望さんからの質問です。斉藤先生はじめまして、匿名希望です。いつも動画、ハッとさせられる気持ちで拝聴させていただいております。今回、困っていることがあるので質問させていただきました。絵描きの上手くなりたいにはどう返せばいいのでしょうか？私は絵について2ヶ月に1枚描くぐらいのたしなみです。そんな私にも絵描きの友人がいます。その人は私とは違い、毎日イラストを上げているのですが、いつも電話で絵が上手くなりたい、どうしたらいいのかと話してきます。絵についての多くのモットーを挙げている人なので、この問いかけに年下である私のアドバイスもフォローも望んでいないだろうと、永遠の課題だよねとか、私が教えてほしいとか、実は優勝で添削頼んだことあるよなど、その都度バージョンを変えてふんわりとした返答をしていました。しかしある時その友人が、ピクシブビジョンの特集っていい絵と思えないよねと言った瞬間に分からなくなってしまいました。以前からそういった辛口のことを言う傾向はあったのですが、ピクシブビジョンはいろいろな絵柄もあり、かつ圧倒的感性と画力で魅了する紙絵がいくつか掲載されている。だから誰にも刺激になる絵があるものだと思っていました。あんなにたくさんある中でも学べるところが見つからないなら、じゃあ友人の上手くなりたいって何なのでしょうか？今まで返せていた質問が急に答えられないものになってしまいました。友人の方針は上達したいのではなく、今の絵で指示してほしいのかと。そしてそれはおこがましい考えだと私は感じてしまいました。実は私はクリエイティブ系の仕事をしているので、だから余計にそう感じるのでしょう。一度自分の中で絵柄が完成しているなら、これ以上あると踏み込んだことがあります。なるほど。ちょっとわかりにくいので補足すると、今の自分の絵柄で満足していて完成していると感じるなら、これ以上上達する伸びしろなんてあると思っているのと思い切って言ってみたわけですね。はい、なるほどなるほど。で、それに対して、そうなんだけど、でももっといい方法あるはずと、また同じように繰り返し、結局長年のやりとりでも友人の気持ちが分かってあげられず困っています。斉藤先生ならこの手の話は数えきれないほどされてきたと思います。本当に上達したい人、実はそうじゃないかもしれない人、どう返答されてきましたか？そもそも解釈が違っていましたら、どうかご教授のほどよろしくお願いします。とのことです。はい、匿名さんご質問ありがとうございます。匿名さんの絵描きの友人がいて、その人はね、匿名さんから見るとちょっとね、調子に乗っているような人なんですね。絵は毎日描いているものの、ある日ね、ピクシブビジョンの絵をけなしてきたと。あんなの大したことねえよと。ちなみにね、ピクシブビジョンっていうのはこういうサイトですね。ピクシブに投稿されている絵の中からその都度テーマを決めて、で例えばそばかす特集ってあったら、そばかすがある絵の中からピクシブビジョンのスタッフがこの絵いいねって選んで、でこんな素敵な絵があるよって紹介してくれるサイトです。はい、素敵な企画ですよね。で、匿名さんはこのピクシブビジョンが誰にでも刺激になるな、素敵だなって思っていたので、それをねちょっとバカにされたことで、お前調子こいてんじゃねえぞってね、イラッとしたわけですね。お前な、上手くなりたいって言う割に学ぼうとなんてしてないじゃないか。今の絵で満足してるんだったら、そもそも上達なんてできなくねって。で、その上で2つ聞きたいことがあるんですね。1、そもそもなんでこの人はこんなことを言ってきているのか。2、僕だったらこの人の上手くなりたいに対してどう切り返すのか。はい、わかりました。それぞれお答えしますね。匿名さんがしたいのは粘土細工、友人さんがしたいのは壁打ち。まず最初の質問。そもそも友人さんの上手くなりたいはどういう意味なのか、なぜこの人はこんなことを自分に言ってくるのかっていう質問に対しての答えなんですが、これはですね、一言で言うと壁打ちがしたいっていうことだと思います。こういうことを言うとね、匿名さんにとっては不本意な答えかもしれませんが、この友人は突き詰めて言うと、匿名さんの同意が欲しいっていうよりかは、匿名さんという壁を使って自問自答をしたいんだと思うんですよね。もっと上手くなりたいんだよね、もっといい方法あるはずなんだよねみたいに。匿名さんにはその部分があまり理解できていなかったというか、そういう人間がいることを信じられなかったので、この人何考えてんのって考えていることを理解できずに悩んじゃっているわけです。ですね、もうちょっとわかりやすく言うと、そもそもですね、僕がこの質問を聞いていて思ったのは、この2人の会話があんまり噛み合っていないってことです。いや、会話自体はできているんだと思うんですが、その前の前提としてですね、おそらく匿名さんはこう思っていると思うんですよ。この会話を通してお互いの共通認識を引き出して関係を良くしていきたいって。これですね、イメージとしては2人
でね、同じ粘土遊びをしている情景を思い浮かべてみると分かりやすいと思うんですが、これいいよね、これもいいよね、こう思うよね、そう思う、そう思うっていう、こういう粘土をですね、どんどん目の前の塊にお互いにくっつけていって、で、大きな粘土細工を作ろうぜみたいな、そういう方向性を目指しているのが匿名さんの会話するっていうことに対するイメージだと思います。で、この考え方はですね、コミュニケーション能力に長けている人が多く持っているイメージだと僕は考えていて、チームにね、一人でもこういう人がいると場がうまくまとまるような感じがしています。で、そんな匿名さんに対して友人は会話に対してね、全く違うイメージを持っていると思います。友人さんが会話を通してやりたいのは壁打ちです。いろんなボールをね、匿名さんに対して投げてみて、で、いいボールが跳ね返ってきたら、このボールは使える、取っておこう。で、いいボールが返ってこなかったら、このボールは使えないな、ほいっていう判断。そのために会話をしているんだと思います。匿名さんのようにね、いい粘土細工を作ろうっていう前提ではそもそも会話してないんですよ。その前提がお互いに分からずに会話しているので、ちょっと匿名さんはね、ついついイラッとしてしまうわけなんですね。匿名さんがね、はい、この粘土細工ここにくっつけてねって手渡した粘土を無視して、友人さんはね、自分のポケットからおもむろにボールを出してきてね、そのボールを匿名さんにぶつけてくるわけですから、いてなんでボールぶつけてくるんだよ、この粘土をここにくっつけろよ、何やってんだよみたいな、なんかそういう場面が僕には見えました。粘土細工だけではなくラリーをしてみよう。で、その上で2番目の質問の答えなんですが、はい。僕ならどう返すかですね。僕だったらですね、その壁打ちのために投げつけてきたボール、打ち返すと思います。つまり、共通の粘土細工を作るようなイメージではなくて、友人が投げてきたボールをですね、テニスラケットを使って、ポコーンと、また友人に対して打ち返すイメージです。うまくなりたいに対してだったら、君にとってうまいってどういうことなの？例えばどの作家が君にとってうまいって感じるの？とかでしょうか。匿名さんはね、友人さんの質問に対して永遠の課題だよね、私が教えてほしいよとか打ち返しではなく寄り添うような形で答えを返していますよね。つまりボールを打ち返していないわけです。僕だったらね、相手がボールを投げてきているのを気づいた時点でですね、粘土をこねているのをやめて、しょうがねえな、よっこらせってね、立ち上がってテニスウェアを着てね、もう仕方ねえな、同じスポーツするかって言って、じゃあどんな絵が上手なのよってボールを打ち返します。そうするとね、今までは一方的にボールを投げつけられて、ただただ壁打ちみたいだった会話も、そうやって匿名さんがボールを打ち返すことによってラリーになっていきますよね。僕はね、最初友人さんは壁打ちがしたいんだと言いましたが、おそらく結果的にそうなっちゃってるだけで、もしかしたらこういうラリーがしたかったのかもしれません。匿名さんがいつもやっているような粘土細工的会話のいいところは、誰とも仲良くできて和やかな場を作ることができることですが、会話のラリーを続けて得られるメリットは、思いもよらなかったことに気づけたり、新しい発見をできるかもしれないっていうことだと思います。例えばね、僕がうまいって思う絵は線がとにかく綺麗な絵だな。私がうまいって感じる絵は線じゃなくても色だな。線はそんなに大事だって思ったことないかも。そんな考え方あるんだ。意外ってお互いの違いについてね、発見できるんですね。ただね、ここで一つ注意があります。お互いにね、良い関係を続けていきたいのであれば、ラリーを続けていくときにスマッシュは決めるなってことです。はい。つまりですね、その時のすれ違いの状況を考えると仕方ないんですが、もう会話がね、噛み合わないことにイライラして、で、匿名さんはね、お前結局今の自分で満足してんだろ、向上心あるふりすんなタコ、スパーンってね、強めに打ち返しましたよね。はい。これスマッシュです。いや、これは仕方ありません。粘土これようよ、楽しいよってコネコネしている匿名さんに、友人さんはね、空気を読まずにポコーンポコーンってね、ボールをぶっつけ続けてきたわけですから、匿名さんはね、急に立ち上がって、もういい加減にしろ、スパーンってね、いきなりスマッシュ決めた感じですよね。流れを考えればね、それは仕方ないので理解できるんですが、ラリーを続ける前提だと、これはね、ちょっと強すぎるんですよね、返しとしては。そうじゃなくて、相手も打ちやすいボールを返しましょう。オーバーハンドじゃなくてね、下からね、優しくです。例えばね、君にとってうまいってどういうことなのみたいに。そしたらね、相手も返してきます。僕にとっては完成度かな。完成度が低い作品は魅力的に見えない。で、そしたらね、また返します。そうなんだ。私はピクシビジョンにある絵も完成度が高いって思っちゃうけどな。例えばこの作品はどこが完成度低いって思うの？そしたらね、相手も返してきますよね。手かな。この手のポーズが硬すぎて完成度が低く見えちゃうんだよな。それに対して匿名さん、そうなんだ。お前の手のポーズも十分硬いけどごめんなさい。最後のはスマッシュです。チャンスボールが来てもね、スマッシュは絶対決めちゃダメです。僕との約束ですよ。
相手との違いを楽しもう。はい。でですね、最後に僕は言いたいことがあって、粘土細工的会話、和を育むようなね、会話ももちろんいいんですが、ラリー的な会話を楽しむ心も、誰しもがちょっとは持っておいた方がいいんじゃないかなっていうことです。僕自身もね、そうありたいなって思っています。っていうのは、確かにね、匿名さんが日頃やっている粘土細工的会話って、場を和ませるためには必要なことって多いんですが、このモードだけでね、会話していると、全く違う価値観で話をしてくる人に対しては、こう、苛立ちがね、どんどん募っていってしまうことが多いんですよ。私はこれがいいと思うんだ、これいいよねに対して、俺は全然そう思わないなって返してきたら、こう粘土細工的会話モードしか持っていないとですね、うわ、今こいつ粘土細工をぶち壊しやがったってイラッとするかもしれないんですが、こう相手としてはですね、そんなあなたのイライラとは裏腹に別に敵対心は全く持っていないこともあると思うんですよ。ただただね、素直にそう思ったことを話しただけというか、全然違う考え方だね、面白いね、君はどう思ってるのと、そういうラリー的な会話を求めている場合もあるってことです。インターネット上ではね、どうしても言葉のニュアンスが伝わりづらくて、ちょっとでもね、自分が思っているのと違うことを言われたり、自分が所属しているコミュニティの常識と違うことを言われたりすると、うわ、こいつ敵だって思い込んで、その意見に対してね、こうスマッシュを決めるように、強めのボールをね、こうガンガンと打ち返すような、そういう会話を見かけます。もうなんならね、みんなで寄ってたかって、ここぞとばかりにね、もうボールじゃなくてラケットでそのまま正義の名のもとにね、相手をボコボコにしているような光景も目につきますよね。お前は調和を乱した。死ねーみたいな。こう考えるのは正義。それ以外は悪だ。お前は我々のコミュニティで悪とされているような価値観を信じている。燃やせ、こいつを燃やせみたいなね。なんか最近漫画で読んだ地動説に対する弾圧みたいですよね。そこまでね、今回言っていることは大げさではありませんが、こういう状況って粘土細工的会話しか許さんみたいな価値観から発生しやすいと思うんですよ。空気が読めない相手にも責任はあるかもしれませんが、それだけをね、こう相手に求めてしまうと視野が狭まって窮屈な価値観に凝り固まってしまいかねません。もちろんね、自分に対して危害を加えてくるような独善的なね、価値観の相手だったら速攻シャットアウトした方がいい場合もありますが、そうではない限り自分とは全く違うような価値観を持っている相手を面白がるぐらいの余裕は持っておきたいなと僕は思っています。匿名さんはね、今までおそらく会話を楽しむモードが一つしかなかった、もしくは一つしか意識できていなかったので、それ以外のモードで会話してくる相手に対してね、ちょっとこう理解できずに不思議に思っていたかもしれませんが、もしかしたらこの動画を見た後だったら、あ、そういうモードの人もいるのか、じゃあこう打ち返してラリーしてみようかなってね、相手を面白がる方向で考えられるようになるかもしれません。世の中ね、自分視点で言えば自分以外は変な人ばっかりだと思いますので、その変な人をどうせだったら面白がる方向で考えてみましょう。そっちの方が絶対得だと思います。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。意外とですね、今日言ったようなラリー的会話モード、クリエイター同士だとそっちの方が主体だったりします。だってお互い考えていること全然違って当然ですからね。そんな全く考え方が違うクリエイター同士が集まってわちゃわちゃと楽しんでいる動画、資料を見るの禁止、プロ漫画家とプロ絵師に無茶ぶりしてみたらどうなるもおすすめです。噛み合ってなさそうで噛み合っている、そんな会話を楽しみたい時にはこちらの動画がおすすめです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。